僕の学問はファイナンスという学問なんですけれども、ファイナンスという学問、企業や個人の投資行動を扱う学問です。そういうとすごく堅苦しく感じるかもしれませんけども、投資っていうのは将来の価値のために今のものを使う、今のお金を使うという行動なんですね。ということは未来を扱う学問です。でも未来っていうと不確実ですよね。だからこの学問の本質は不確実性の研究にあるわけです。まず確実な世界、それはまさにここにある世界です。見ると分かるように A という変数1個、与えると Y が決まる。つまり A1 というアクションを取ると必ず Y1 という結果が得られる。A2 というアクションを取ると必ず Y2 という結果が得られる。これが確実な世界です。例えばラーメンを食べる。ラーメン食べると絶対お腹膨らむよね。これ逆に言うとお腹いっぱいになりたいなと思ったらラーメン食えばいいわけです。それ自分でコントロール可能だよね。だけどこの世界だったらどうなるか。 A というアクションを取っても変数はもう一個あります。ステート S。 この S っていうのは状況です。この状況は自分ではコントロールできない。こうなってくると自分がアクション1っていうのを取ったからといって必ず Y1 になるとは限らない。例えば宝くじを買う。そうすると大金持ちになるかもしれないよね。だけどそれは宝くじが当たるというステートが起こらないと大金は得られない。外れると宝くじ代を失うわけですよね。でこの宝くじが当たる当たらないというこのステートは自分でコントロールできますか？できないよね。そうなってくるとこの行為っていうのは不確実な行為になってくるわけです。だけどこの宝くじの世界っていうのは非常に簡単なんです。なぜかというと確率が分かってるから。今日雨の確率が高いからみんな傘持ってきたよね。確率が分かるということは人間対処できるんだけど、確率が分からない、 S に対する確率が分からないとすごく大変になります。昔狂牛病っていう病気がありました。これが起こった時に我々はなんでこれが起こるか分からないとなると極端な行動を取るわけです。すべての海外の牛肉をシャットアウトするということが実際に起こったわけです。でも今みんなは牛丼普通に食べたりするよね。それはなぜかというとどんな確率で起こるか、つまりこの狂牛病ということに関するいろんな情報が入ってきたからです。となると不確実性の本質っていうのは将来に対する情報や知識っていうものが不完全だからなんです。逆に言うと情報の価値っていうのは将来に対する確率信念を変えるというものなんです。でこの学問っていうのは昔から人類は気づいてたんです。これパンドラの箱です。人間は将来を想像する生き物になっちゃった。だけど将来わからない。だからパンドラの箱の中には不安や恐怖いろんなものが出てきたけども、でもそれは不幸なことかっていうとそうではないです。このパンドラの箱の一番底には夢や希望があります。将来がわからないから我々は夢や希望が持てるんです。ドキドキできるんです。それがまさに投資の本質であるし、ファイナンスの本質であるし、ビジネスの本質になるわけです。